こんにちは、心です。今日は久しぶりに美容についてちょっとまとめようかなと思うんですけど、私実は先月太ももから胸に脂肪移植を受けてきました。超念願の手術というか、今まで生きてきた中で一番大きな手術を受けてきたんですけど、その時のダウンタイムにして良かったこととかを今回ちょっとまとめてみたので、脂肪移植だけじゃなくっていろんな手術のダウンタイムに使えるかなと思うので、今回も参考にしていただければ嬉しいです。それではレッツゴー。まずはグルメ編です。術前の食事と術後の食事を紹介したいと思います。ここは前回の Vlog でもご紹介したトーソクチョンっていうミョンドンから近いサムゲタン屋さんです。私も今回わからないことばっかりだったのでチャット GPT にたくさん質問したんですけど、手術前日とかのむくまない食事にはサムゲタンがめちゃめちゃいいらしくって、中に入ってるもち米を少し残したりキムチを控えたりしてむくまないような対策をして食べました。術後のおすすめはおかゆです。これもむくみ対策になるので前日とかでもいいと思うんですけど、かなり消化にいいものになるので麻酔後とかに食べるのがおすすめです。これはポンチュっていう結構チェーン店で店舗のあるおかゆ屋さんのかぼちゃがゆです。かぼちゃはむくみにくいらしいのでぜひ食べてみてください。あとアワビがゆもタンパク質を取れるのでいいっていう風にチャット GPT が言ってました。これも術前後のおすすめなんですけど、豚レバーが一番鉄分が豊富に含まれてるっていうことで、豚レバーを食べれるところはないかなって探してたんですけど、スンデについてくるレバーって豚レバーなんですよ。なんでスンデを買ってきたんですけど、ここのスンデが一番おすすめで、レバーがね結構入ってて、しかも味も美味しかったです。鉄分を取らないといけないのでユッケをね食べてしまう方いらっしゃると思うんですけど、ユッケは生なので術前後はおすすめしないです。ちなみにむくみ防止で持っていたルイボスティーは気休め程度でした。お茶だったら何でも問題ないかなと思います。続いてアフターケア編です。今回はお風呂に3日間入ることができなかったので、頭をどうしても洗いたくてヘッドスパを受けに来ました。普通の美容室とかでもシャンプーはしてもらえるんですけど、ここだと頭皮ケアまで受けられるっていうことで、私数ヶ月前に植毛をしているのでちょっとその管理も含めて行ってきました。カンナム付近にあるのでダウンタイムもめちゃめちゃ通いやすくておすすめです。受付で待ってる間にお菓子も出してくださいました。まずはカウンセリングで今の頭皮の状態を見ていただきます。最終部分の毛根がなくなってるところも見れました。やっぱり採取した部分が赤くちょっと炎症してるみたいで、私自身も痒かったりしたのでそこのケアを徹底的にしてもらいました。지금 두피가 전체적으로 좀 붉은기가 좀 있으세요. 네. 사실 이쪽은 좀 괜찮으신데 특히 여기 뒷머리 부분이 좀 붉은기가 심한 것 같았거든요. 약간. 그래서 오늘은 이 두피 유형별 이걸 해가지고 이런 좀 붉은기에 좋은 영양 앰플 같은 것들 넣고 그런 식으로 관리 도와드릴게요. 네. まずは全体的にブラッシングをしてアロマをつけた状態でヘッドスパからしてもらいます。すごい力強くやってもらったのでとっても気持ちよかったです。でその後は首から肩の部分にかけてマッサージもしてもらいます。そして私は毛穴の詰まりと頭皮の乾燥が気になっていたので、それに合わせたアンプルを使って電気を流して頭皮に染み込ませていきます。これは痛気持ちいい感じでした。そしてシャンプー台に移動して今度はスチームを当てていきます。結構じわる格好をしていますが、この私の座っている椅子がマッサージ機になってて、全身マッサージしながらスチームを当てるっていう感じでめちゃめちゃ寝そうでした。数分置いたら今度はしっかりとシャンプーをしてもらいます。やっぱり自分で洗うより人にやってもらった方が数倍気持ちいいですよね。自分で洗う時にここまで多分力が入れられないと思うので、マッサージもしてもらって頭がとっても軽くなりました。続いてまたアンプルをこの髪の毛をかき分けて頭皮にしっかりと噴射していきます。今度は電気ブラシでこれを浸透させていきます。そして仕上げに頭皮のパックをしながら赤外線を当てたり頭皮トニックを塗ったりしてクーリングケアを行っていきます。
このアンプルが良かったのかわからないんですけど、後頭部の最終部分のかゆかったところのかゆみが一気に引いて、植毛後でかゆみが出てる方に本当におすすめです。多分3ヶ月ぐらい経つともう髪の毛は定着してると思うので、頭皮マッサージとかも受けても大丈夫だと思います。そしてまた最後に頭皮の状態を見せてもらったんですけど、毛穴詰まりがめちゃめちゃ綺麗になっててびっくりしました。後頭部の炎症部分も赤みが結構収まってたので、かゆみが出てる人はぜひ行ってみてください。見比べるとこんな感じです。そして最後はブローまでしていただきます。頭を洗ってもらうだけでもよかったんですけど、やっぱり頭皮のケアを受けたのですごいスッキリしました。そして最後はアフターケア編です。この入り口に見覚えある方もいらっしゃるかと思いますが、私がいつも行ってる WM クリニックさんはアフターケアの種類もめっちゃ豊富なんですよ。なので今回は5日間連続で行ってきました。5日間も何をしに行ったかと言いますと、5日間連続で受けられる VVIP 点滴っていう点滴のパッケージがあるんですよ。それが3日5日7日っていう風に少しずつ受ける日が増えるごとに安くなっていくっていうパッケージになってます。で、私は今回それを5日間受けてきました。毎日カウンセリングして体がどのような状態かっていうのを相談するので、毎回成分の強さを変えることもできます。私は脂肪吸引の後の腫れが術後2日ぐらいから行き始めたので、ピークにひどくて靴が入らないぐらい足の甲までパンパンだったので、利尿作用を1日目は試しで普通の量にしてもらって、2日目以降ちょっと強めで入れてもらいました。なのでこの点滴を受けてる間にお手洗いにね、途中すごい行きたくなって、この液剤と一緒に移動しながらお手洗いに行きました。点滴だけなので寝転がってるだけでだいたい30分ぐらいかな。カウンセリングも一瞬なので3、40分でクリニック自体は出れると思います。なので空き時間とかに行くのもおすすめです。私まさか点滴で腫れを引かせるのがここまで効果あると思ってなくって、前に一回違うところですごい安い腫れケア点滴を二重をした時に受けたことがあるんですよ。めっちゃ安かったんですけど、なんか全然効果を感じなくて、今回受けた WM さんの VVIP 点滴っていうのはいろいろな点滴を組み合わせたもので4種類組み合わせて打っていただけるんですけど、びっくりするぐらい腫れが引いて、この間受けたのは何だったんだっていうぐらい違うかったので、ぜひ WM さんで受けてください。で、説明ができてなかったんですけど、その VVIP 点滴の4種類っていうのが腫れと回復と炎症とアンプルっていう4点セットで、本当だったら80万ウォンするんですけど、それが4つセットになると50万ウォンで受けられるっていうものなんですけど、それのアンプルっていうのは、私は今回顔の手術は受けてないので、私はそれじゃなくて白玉点滴を打っていただきました。ちなみにこれが点滴前後の写真です。本当にすごくないですか？私が毎日めちゃめちゃ歩いてたせいで、夜になったらパンパンに足が腫れてたんですけど、その次の日の朝に点滴を受けに行ってまた歩いてっていう感じの毎日を過ごしてたので、むくんでは取れてむくんでは取れてっていう繰り返しでした。でもこの点滴があったからこそ普通に歩けてたし、買い物もできたので、こういう大きな手術、特に私は太ももだったので足に降りてきて歩けないぐらい痛かったんですけど、大きな手術とかを受ける方もそうなんですけど、なんか生理前とか体のむくみがひどい時に腫れケア点滴を受けるのもめっちゃ効くみたいなので、明日は絶対むくめないぞっていう時の前日とかに受けるのもいいですし、その日の朝に行って受けるのもいいですし、そういう使い方もできるのでぜひ行ってみてください。もちろん腫れケアも良かったんですけど、この VVIP 点滴のセットが本当に良くて、回復はビタミンが含まれているので術後の疲労感とかを軽減させてくれて、炎症は赤みとか熱感とかを抑えてくれるので、やっぱり VVIP 点滴で4つを一緒に受けるのがいいかなと思います。WM クリニックさんはいつも私が肌管理ですごいお世話になっているんですけど、こうやって術後のケアからいろんな種類の手術があって、悩みを相談してお任せでメニューを組んでいただくぐらい私が信頼しているクリニックさんなので、お肌に悩みとかがある方はぜひ行ってみてください。
はい。ということで、いかがだったでしょうか？今回は1週間ぐらい滞在してたので、いろいろやってみたんですけど、本当にどれも良かったなと思うものばかりだったので、よかったら真似していってください。また、脂肪移植については Vlog で詳しくお話ししようと思うので、楽しみにしててください。じゃあ次回の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。